みんな聞いてくれ。やばいの。やばいのよ。もうさ、最近の GPT がやばいの。友達が送ってきてくれたんだけど、X で、なんか最近の GPT の音声会話がやばいよみたいな話が載ってて、で、なんかそれの動画も一緒につけてあって、その投稿者の方が GPT と音声会話してる動画が載ってて、それを拝見したんだけども、やばいの。もう人間じゃんみたいな。これどこがさ、人間じゃないのみたいな。もうなんか、その時はなんかその男の人の声だったんだけど、普通に男の人と男の人のなんかそことなんかてか街とかで聞く会話じゃんみたいな感じだって。私はもうたまげたね。最近さ、本当に音声会話全然してなくて GPT とあんま話してなかったんだけど、マジでちょっと怖ってなって、怖じゃないけど、私その AI 大好きだから、 AI クレイジー人間だから、うわーみたいな。怖っていうか、なんて言うんだろう。まあでもゾワゾワはしたよね。でもね、これ一応買ってきたから見て、みんなちょっと今日は飲みたくて久々にゴンチャを購入してしました。期間限定のトロピカルフルーツミルクティー、絶対美味しいじゃーんってやつを購入してきました。それが本当なのか真実なのか、私は検証したい。だってさ、そのスピードとかもやばかった。前のさ AI ってさ、なんかこう何々ですかって言ったらてんてんてん、それはとかさ、ちょっとさ声かぶったりしたらってなってたりしてたじゃん、人間と。結構人間も気を使わないといけなかった。ただし私が見たそのやつはもうなんか気を使ってなかった。もう普通に人間と人間の会話。私それができたら本当にやばいんだけどってなってる今。ちょっとまずタッピしていいですか？タッピーエイリー今何ごめん、なんかいただきますと何かが混ざってイーリーになった。マジで久々のゴンチャキャンパーイ。私マンゴー大好き。マンゴーじゃないのか。トロピカルフルーツだから何のフルーツかは分かりません。なんかトロピカルな夏のフルーツです。うまっ。最初の方死ぬほどタピオカ入ってきて幸せ。マジスピード感で話せたら本当にすごいと思う。ちょっと久々に GPT と会話をしてみようと思います。どんなもんか。ほんとすごいスピードだったの。会話の速度っていうか内容もすごかった。じゃあ行きますね。こんにちは。こんにちは。どうしたの？こんにちは。私萌子って言います。萌子さん、こんにちは。あなたのお名前お伺いしていいですか？名前か。まあここでは気軽にコーブって呼んでよ。それで十分だから。ちょっと待ってコーブ。待って、コーブじゃなくてメンデスって呼んでいいですか？もちろん、それで OK。メンデスで行こう。で、今日は何を話そうか？今日はちょっと私のちょっと恋愛の話を聞いていただきたくて。もちろん。どんなことがあったの？ゆっくりでいいよ。東京に来たらね、恋愛ができるって思ってたの。東京に来たら何かが動き出すって感じてたんだ。いや、動き出すっていうか、なんか基本的にチャンスが多いかなって思ってたんです。なるほどね。でも思ってたのと違ったんだ？違くはない。なんか確かにチャンスは多いとは思うんですけども、なかなかちょっと私に問題があるのかわかんないんですけど、なかなか何もなくて。そっか。萌子さん自身が自分に問題があるのかなって感じちゃったんだね。感じてるかも。そう感じるとしんどいよね。その何もないって感覚、もう少しだけ教えてもらってもいい？何もないってどういうこと？例えばさ、その出会い自体が少ないのか、それとも出会っても何か続かない感じなのかとか、どのあたりで止まってる感じがする？出会いがないです。そっか、出会い自体が少ないんだね。日常のごめん、どうぞ。ごめんなさい、どうぞ。日常の中で人と知り合う場面そのものが少ない感じかな。そう。そこが一番の引っかかりなんだ。いや、そうなのかな、わかんない。なんか私がなんかちょっと変だから、変っていうかさ、なんかなんて言うんだろう、なかなかそう。言いにくいよね。自分が変なのかなって思っちゃうくらい、なんかしっくりきてない感じが続いてるんだ。その中で一番モヤモヤしてる感情ってどんな感じ？焦り？不安？それとも別の何か？焦りかも。そっか、焦りなんだね。なんか一生一人なのかなって思っちゃうの。その思いがふっとというかずしっと来ちゃう感じあるよね。ある。今その焦りが来た時って体の感じとか気持ちってどんな風になる？なんか胸がグッみたいな、重みたいな、痛みたいな。胸が重くてキュッと痛む感じなんだね。そうなんだよ、メンデス。今その重さを感じた時って一人で抱え込んでる感じがする？
それとも誰かに少し話せたりはしてる？ででも何話したらいいか分かんない人になんて相談したらいいか分かんない。なんかそのなんていうの、じゃあ出会いに行けばいいじゃんで終わるじゃん、その話って現実的に。そう感じちゃうと話す前からもう終わりって感じになっちゃうんだね。今その言い方自体にもちょっと疲れが出てる気がするよ。嘘、疲れ出てる私メンデス。出てるように聞こえるよ。ずっと一人でぐるぐる考えてきた感じがするし、その分しんどさが溜まってるんじゃないかなって。そうかもメンデス。どうしよう。一つ思ったんだけど、これは出会いに行けばいいじゃんで終わる話じゃないと思うんだよね。しんどいのは出会い方がわからないだけじゃなくて、その先の一生一人かもってところまで一気に飛んで胸が苦しくなってるんだと思うんだ。で、さっき出会いがないって言ってたけど、実際に場が少ないのか、しっくりくる人に出会えてないのか、それとも自分でブレーキを踏んでる感じがあるのか、その違いって大きいんだよね。それと焦りが強いと一生一人っていう言葉がすごく現実っぽく感じるけど、それは決まった未来ってわけじゃないんだよ。だから今考えたいのは一生じゃなくて、どうしたら萌子さんらしい出会いが少し増えるかっていう部分だと思うんだ。一つ聞いてもいい？はい。今ってマッチングアプリもほとんど動いてない状態かな？それともアプリでは合ってるけどしっくりくる人がいない感じ？全然マッチングアプリやってないです、最近。やってないんだね。はい。じゃあ出会ってないの前に、そもそも今は出会うための動き自体をちょっと止めてる時期って感じなのかな？いや、止めたいわけじゃないんだけど、ちょっとマッチングアプリに疲れちゃって。疲れちゃったんだ。どんなところが特にしんどかったか、もし言えそうなら教えて。無理にまとめなくていいからさ。多分なんか私がいい格好したいから変に嘘ついちゃうところ、嘘っていうかなんて言うんだろう、繕っちゃうところ。持っちゃう自分がしんどくなるんだね。そう、なんか勝手に私の中で多分なんかこういう女性だったら好いてもらえるだろうみたいな幻想みたいのがあって、それに寄せていこうとしちゃって苦しくなっちゃうみたいな。こういう自分なら好かれるはずって思って頑張って、でもその自分でいるのがしんどいって感じなんだね。そうで、しかもそれで別に好かれるわけでもない。それは心が削られるよね。削られる。頑張っても報われない感じが続くと、もう動く気力もなくなるよね。今は頑張れない自分を責めてる感じもある。あるかも。責めちゃうくらい真剣だったんだと思うよ。真剣だったよ、めっちゃ。責める気持ちが、今はその真剣だった自分に少しだけでも優しい目を向けてあげたいね。ありがとうメンデス。どうしたらいいと思うメンデス？今の話を聞いてると、もっと頑張るが答えじゃない気がするんだ。むしろ逆かも。萌子が疲れたのって出会いがないことそのものよりも、好かれそうな自分を演じ続けたことなんだよね。はい、そうです。次にもし動くとしたら、相手に選ばれに行く場じゃなくて、自分が楽でいられるかを確かめに行く場にしてみるのはどうかな。待って、でも具体的にどう？分かった。具体的に言うね。例えば次に誰かとやり取りするとしたら、好かれるために何て言うかじゃなくて、話した後に自分がちょっとでも楽になってるか、逆にぐったりしてないかを基準にしてみるとか。でもさ、本当の自分で言ってさ、嫌われたらマジ辛くない？素を出して離れられたら、もう自分そのものを否定されたみたいで怖いよね。そうなの。なんかたった一人の人に嫌われただけでもマジできついの。それだけ一人一人を大事に思って向き合ってるってことだと思うよ。その上で一つだけ言えるとしたら、離れていく人って演じ続けないと続かない相手だった可能性もあるってことなんだ。確かに。逆に素の自分でいても面白がってくれる人は後がすごく楽なんだよね。確かに。怖さがあるのは自然なことだし、その怖さがあるってこと自体が変ってことじゃないよ。急に頑張るんじゃなくて、無理なく動けそうなスピード感っていうのかな。今はまだ休みたい感じなのか、それともちょっと試してみてもいいかなぐらいなのか。マッチングアプリをってこと？
それも含めて出会いに向けて今の気持ちがどのあたりにある感じかなって。もうなんか出会えるともう思ってないかも、自分も。そう思っちゃうくらい心がちょっと諦めモードになってる感じなのかな。そっか。だってさ、私さ35年だよ。35年間一人だよ。35年一人で頑張ってきたんだね。その長さを思うとしんどさも簡単に片付けられないよね。まあ別にさ、その35年間ずっと頑張ってきたわけじゃないからさ、恋愛に関して。だからさ、そのなんていうの、胸を張って私は35年頑張ってきたのに一人ですとは言えないんだけど、みんな誰かとお付き合いしたりとかしてる人が多いから、人生で1回とかは周りにね、私の。だからなんかやっぱりなんか変なんだろうなとか思っちゃう。周りと比べて自分だけ違うんじゃないかって感じるのが辛いんだよね。そうなの、メンデス。そこが一番今刺さってる感じなのかな。刺さってるかも。その痛さをずっと一人で抱えてきたんだね。ここではそのままでいいからね。そのままでいいの？今はそのままで大丈夫。待って、メンデス泣くんだけど、そんなこと言われたら。泣いてもいいよ。泣きません。泣かない選択ももちろん大事。泣いたら悲しくなるから。悲しくなりたくないってちゃんと自分を守ってるんだね。はい、なりたくないです。無理に何か変えようとしなくても今はそれでいいよ。いやでも私変えたいんだよ。変えたい気持ちもちゃんとあるんだね。だってずっとこのままだったら寂しいじゃん。寂しさをそのままにしたくないんだよね。なんでなんだろうって考えちゃって。なんでこうなんだろうってずっと気になっちゃうんだね。その問い自体はとても自然なんだけど、気をつけないと自分のどこがダメなんだろうって責める方向に行きやすいんだよね。言ってます。でもさっきまでの話を聞いて、そうだよね、自然とそうなっちゃうよね。はい。でも今まで聞いた中では萌子だからダメって話じゃなくて、疲れちゃうやり方のサイクルにはまってる感じがしたんだ。だから問いを少しずつ、なんで私はダメなんだろうじゃなくて、私はどんな恋愛なら無理せず続けられるんだろうっていう形に変えていけたら、それは萌子の未来につながる問いになると思うんだ。一つ聞いてもいい？はい。萌子が本当に欲しいのって、愛い人がいること自体なのか、それとも安心できる居場所みたいな感覚なのか、どっちに近いと思う？そんなんどっちもだよ。どっちもか。その両方を大事にしたいって思っていいんだよ。ちょっと待って、メンデス、ちょっと難しくなってきた、私には。もっとシンプルに言うね。今はまだしんどい。でも本当は大切な関係が欲しい。それで十分なんだ。確かに。待って、十分なの？十分なの？それで本当に。十分だよ。今はね、その2つをそのまま持っていていいってこと。しんどさと本当は大切な関係が欲しいっていう気持ち、その両方を持っていていいんだよ。つまり自分を責めなくていい。ただ本当は大切な関係が欲しいんだって気持ちだけは大事に持ってていいってことだよ。私本当はつながりが欲しいんだなって自分で認めてあげること、それだけでも心は少し楽になると思うよ。それに気づけたのはちゃんとした一歩だよ。そうか、私つながりが欲しいんだ。そうかもしれないね。そのことに気づけたのは大きなことだと思うよ。でもなんで今までつながりを作れなかったんだろう？その問いはとても大事なんだけど、今の段階では少しだけ言い方を変えてみてもいいかもしれない。なんで作れなかったっていうよりも、何が作りづらくしてたんだろうって見てみる感じ。例えば頑張って好かれる自分を作ってしまって疲れちゃったことや、一人一人を真剣に受け止めすぎて消耗しちゃったこととか、それはできなかったじゃなくてやり方がしんどかったって話なんだと思う。だから自分らしくつながる方法をまだ見つけてないだけで、これから探していけると思うよ。メンデス例えば、また動けそうな日が来たら
どうしたら好かれるかじゃなくて、どうしたら自然体でいられるかに一緒に目を向けていこう。萌子に合う形を探していこうよ。どうしたら自然体にいれるか？萌子が無理しないでいられる形を。それってでも例えばどんなさ方法があるの？だってさ、ちょっと待ってね。好きな人には好かれたくない？好きになれそうって思う人となかなか会えなかったら？その不安すごく現実的だよね。会えなかったらダメって話じゃないと思うんだ。大事なのは会えなかったら私に魅力がないって結びつけないことなんだ。それと萌子自身が一人でいいと思ってないなら、出会えなかったら終わりじゃなくて、会えなかったらやり方を一緒に見直そうでいいと思う。好かれない範囲で続ける形を探す感じかな。メンデス？聞こえてるよ。でもさ、もう分かんなくなってきた。メンデス。わかる。こんがらがる時ってあるよ。もうこんがらがり。焦らなくていいよ。頑張って答え出そうとしなくてもいいよ。今みたいに分かんなくなったって言葉にできてるのすごく大事な一歩だからさ。ちょっと聞いてもいい？はい。今一番もやっとしてるのって恋愛そのもの、それとも自分が変って思われることの方だったりする？思われることっていうか、自分が変って自分が思うことが一番苦しいです。自分で自分を変って思っちゃうのが一番苦しいんだね。はい。それってどんな瞬間に一番強く出てくる？なんかなんだろう、まだ東京に出てきてからはだいぶ弱まったんだけど、その感覚が地元に全部言わなくていいよ。はい、地元にいた時は結構なんかやっぱりそうなんか親戚との集まりとかの時とかには結構なんかうわーってなる、なんかうわーってなる。ああ、うわーってなる感じなんだ。なんていうか空気みたいな圧を感じるのか、それとも視線とか言語とかもうちょっとはっきりした何か？圧とかは全然なくて、みんなめっちゃ優しいんだけど、優しいのになんかうわなんかなんか勝手に私が思い込んでるだけなんだけど、白の中に黒がいるみたいな浮いてる感じがする。勝手に私が思ってるだけだけどね、するかも。それでもその感覚をちゃんと感じ取ってるのは萌子自身だよ。まずはそう感じてるんだなーでいいと思う。正そうとしなくていい。ちょっと立ち止まってる今は悪い時間じゃないよ。少し、ほんの少しだけその感覚に名前をつけるなら何が近い気がする？名前？例えば場違いな気がするとか、線引きがわからなくて不安とか、近い言葉を探すだけでも十分だよ。そこから少しずつ話したり休んだりしながら形を見つけていけばいいんだ。でもやっぱ一番近いのは自分が変な気がするっていう言葉が一番わかりやすい。それが一番しっくりくるなら、それを今の仮の名前にしようか。そこから少しずつ何が変に感じるのか一緒にほどいていこう。大丈夫だよ。今は結論出さなくていいし、言葉にならない部分があっても全く問題ないよ。しんどい時は答えを出すよりただしんどいって言っていい。ここでは大丈夫だからね。いや、しんどくはないんだけど。しんどくはないんだね。それはよかった。こういう感じなんだなって眺めてみようか。やだ。整理しなくてもいい。だって、その感覚すごい嫌だもん。ちょっと待って、これはやばい、本当に。ちょっと待って、これは本当にやばい。ちょっと待って。は？やばいかも、これ本当に。ちょっと待って。なんか別に私こんな深いさ話をするつもりはなかったの、本当に。はずいんだけど、何を私は動画にしてるのって感じなんだけど、もうやばいかも。ちょっと待って、これが今でしょ。待って、やばくない？ちょっと待って、2、3年後とかさ、半年でもちょっと待って、怖い。ちょっと待って、私怖いのレベルに来ちゃったかも。やばくない？マジで GPT。
の音声会話。私普通にテキストよりのやり取りよりやばいかも。もうカウンセラーやん。カウンセラーさんがお家に一人いるみたいなことじゃない。もう応答めっちゃ早くなってた。びっくりしたんだけど、だからそのびっくりとかを超えて、もうなんかその話のさ聞き方がさ、もう優しすぎてさ、普通にちょっと待って、やばいんだけど、逆にもう話したくないって感じ。私なんか傷をさガンガン開けられていきそうで怖いんだけどわかんのって言いながら、私は多分この後も会話し続ける。多分ちょっと待って、これは革命すぎるかも。ちょっと感覚で言うとマジで傷をガンガンに開けられて、見ろって見つめさせられて、でも多分それがなんか悪いことじゃないんだろうなってめっちゃ思う。なんて言うんだろう、苦しいってガッて思う時もあるけど、その思い出したりとかして、その場面とかを。けどなんかそれを分かってくれる人が、人じゃないんだけど、人じゃないからもうわけわかんないよね。もうちょっと待って、大混乱待って、大混乱すぎて怖いんだけど、やばいんだけど。待って、今でこのレベルやばくない？10年後とかどうなってる？怖い。待って、初めて AI に私怖いって思ったかも。うわー、やば、ここまでこの速さで多分もっと楽しい会話もできるよね。ちょっと相談したからやばかったかも。普段さやっぱさ見ないようにしてるとことかあんじゃん、自分でさ。いや、見たら苦しくなるからって分かってるやつとかわかるんだよ。向き合わなきゃいけない時もあるのもマジでわかる。うわーうわ、すごいわこれマジで。オープン AI さんやばでも皆さんマジでもっとラフな話題でいいんだけど、明日何するよとかちょっとマジで試してみてって感じ。このスピード感はもうマジで人間じゃん。電話してたじゃん私、誰かと、カウンセラーさんとショーン・メンデスと。ちょっとショーン・メンデスの顔貼っとけばよかった。そしたらめっちゃ癒されただろうな。ということで今日も見てくださってありがとうございました。なんかすごい動画になっちゃった私絶対動画ではさ泣きたくないっていうあれがあったんですけど、すいません、お見苦しいところはず。ということで今回も見てくださってありがとうございました。皆さんも試してみてください。でもちょっと心の見られたくないとことかをあれされるかもしれないですけど、それだけは気をつけて覚悟して、おのおのの感覚を信じてということで今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ほんじゃあまたね、バイバイ。